ではね、浸透圧の原理から見ていきます。こんな風に薄い溶液と濃い溶液が小さい穴の開いた膜をね、挟んで存在しているとします。この小さい穴の開いた膜、これを半透膜って言います。どのぐらい小さい穴かっていうとね、半透膜に開いている穴、どれぐらい小さい穴かっていうと、溶媒は通れる。ね。溶媒は通れる。小さな溶媒は通れる。大抵細胞の場合は、溶媒は水だけども、水分子は通れる。小さな水分子は通れる。だけど、そこに溶けてる大きな溶質は通れない。ね。大きな溶質は通れない。大きな溶質は通れない。そんな具合の小さい穴が開いている膜を、半透膜って言います。そうすると何が起こるか。こっちからね、左の薄い方から水分子の移動は起こりやすい。ね。左から右への水分子の移動は起こりやすい。だけど、この右から左への水分子の移動は、こう、溶質に邪魔されて、起こりにくいんだよね。もちろん、こんな風に移動できる水分子もあるけど、この赤いボール、溶質に邪魔されて、なかなか右から左に行けない。ね。そうすると、これを全体的にこう、外から見たときに、我々どう見えるかっていうと、水がこっちからこっちに移動してるように見えるんだね。まあ、そりゃそうだよね。みんなもさ、電車から降りるときに、ね、電車がすごい空いててガラガラだったら、自由にこのドアを通って、自由に電車から降りることができる。だけど、こんな風に赤い大きなボールみたいな荷物がゴロゴロ転がってたら、それが邪魔でなかなかね、電車から降りにくい。ね、この半透膜に開いた穴が電車のドアだとすると、そこまでなかなかたどり着かない。ね、電車から降りにくいよね。だから、外から見ると、水が薄い溶液の方から濃い溶液の方に移動する、ね、ように見える。あたかも濃い溶液が薄い方の溶液から水を奪い取っているように、外から見ると見えるっていうことなんだね。この水の移動を止めるには、何かね、外から圧力を加えてあげなきゃいけない。まあ、実際その圧力、ね、水の流入を止めるのに必要な圧力を我々は浸透圧と定義してるわけだ。ちょっと難しく言えば。これはね、暗記する必要ないけども、浸透圧の大きさっていうのは CRT で表されることが実験的に分かっています。C が溶けている溶質のモル濃度で、R が気体定数で T が温度です。このね、C、まあ、溶質のモル濃度なんて、まあ、難しく書いてあるけど、まあ、薄いとか濃いとかの尺度だよね。物が溶けてない、ね、溶けてる、ね、その尺度だよね。どんだけ物が溶けてますかっていう尺度。ね、こっちは全然溶質がない、ね、物が溶けてないから、溶質のモル濃度は小さくなって、浸透圧は小さくなる。ね、濃いと大きくなる。だからね、浸透圧っていうのは、薄い溶液は小さい、ね、濃い溶液は大きいことになります。まあちょっとね、賢い子はね、何が薄いんじゃい、何が濃いんじゃいと、この赤いボールの正体は何なんじゃいって思うかもしれないけど、実際ね、何でもいいことが分かってます。分子の種類に、この浸透圧の大きさを表す式は、この赤いボールが何であるか、その分子の種類には、基本的に依存しないことが分かってます。これちょっと面白いことなんだけど、まあ全然今日のテーマと違うから、ちょっと置いておきます。大学に行って勉強してください。さて、ちょっと正確な定義をね、見てきたけど、みんなね、その正確な定義からね、問題解こうとするとちょっとね、苦しいから、今日はちょっとね、申し訳ないけど、ちょっとね、ざっくり浸透圧を捉えよう。浸透圧。溶液の浸透圧の大きさ。ね。その溶液の浸透圧の大きさ。この溶液が持つ浸透圧の大きさ。この溶液が持つ浸透圧の大きさ。それは、その溶液が持つ水を引っ張り込もうとする勢い。まるで綱引きのように、水を引っ張り込もうとする勢い。ね。そうやってね、今は捉えちゃおう。ね。そして、その浸透圧の大きさは、さっきも言ったけど、濃い溶液ほど大きい。例えば、こんな風に、左の溶液には全く溶質がない。まあ、蒸留水みたいな状態ね。全く溶質がない状態。ね、こっちにいっぱい溶質がある状態だと、こっちには濃度がある。まあ、濃度があるって言い方ちょっと変だけど、まあ、濃度が高い。こっちの溶液は濃度が高い。ね、こっちの溶液は、まあ、この赤いボールに関しての濃度は0。そうすると、こっちの溶液に浸透圧が生じてきて、水を引っ張り込もうとする。水はこっちからこっちに移動する。ね。右の溶液の方が浸透圧が大きい。浸透圧っていうのは、その溶液が持つ水を引っ張り込もうとする勢いとして捉えて、水がこっちからこっちに
移動すると、そう捉えよう。もちろんこんな場合もあるよ。左には少し溶質が溶けてる。右にはたくさん溶質が溶けてる。だけどこんな場合も、左の方は浸透圧が小さい。右の方は浸透圧が大きい。なんだかっていうと、右の方が濃度が大きいから。だけど、左の方にもね、浸透圧が生じてる。水を引っ張り込もうとする勢いが生じてる。だけど、右の溶液の持つ浸透圧の方がとっても大きい。綱引きしたらどっちが勝つかな綱引きしたらどっちが勝つかな右の領域の方が綱引きしたら勝つよね。だって、浸透圧がとっても大きいってことは、水を引っ張り込もうとする勢いがとっても強い。右の領域の方が綱引きが強い。だからこの場合も、水はこっち、左から右に水が移動することになります。さて、ここで細胞の登場です。この四角いのが細胞。これが細胞壁。この周りにある分厚い壁が細胞壁。そしてここが細胞膜で、中には溶液が詰まってると。いろんなものが溶けて溶液が詰まってると。ちなみに細胞膜は半透膜に近い性質を持ちます。だからこれからの議論では細胞膜を半透膜として扱っていきます。もちろん、ただ細胞膜って小さい穴が開いた膜ではもちろんない。必要なものは通して、不必要なものは通さないっていうちゃんと働きを持つ。細胞膜にはいろんなトンネルのようなタンパク質がたくさん設置してあって、またはポンプのようなタンパク質がいっぱい設置してあって、不必要なものを外に出す。必要なものを入れるっていう働きを細胞膜は持つんだけど、ちょっとその辺の難しいところは今日は置いておいて、細胞膜は今日は半透膜に近いものとして扱っていきます。今日は細かい用語は少し、置いておきますが、この半透膜の持つ性質、あるものは通して、あるものは通さない。半分透過させるよ。そんな膜だよっていうこの半透膜の持つ性質を半透性って言います。だからこの細胞膜は半透性に近い性質を持つことになります。一方細胞壁。この細胞壁は全透性の性質を持ちます。全部通す性質小さいものも大きいものも何でもかんでも通してしまう。そんな細胞壁は全透性の性質を持つと言われます。さて、これからこの植物細胞をいろんな領域に入れて、様々な圧力の変化を見ていきましょう。よく問題に出てくるこのグラフも同時に見ていこう。縦軸細胞内液の浸透圧。この黄色い部分の溶液の浸透圧。で、横軸が細胞膜に包まれた部分の体積。細胞膜に包まれた部分の体積。それを横軸に取ります。で、今のこの状態の体積はこのぐらいにしとこうか。もちろん、細胞の内液、細胞の中の液体にはいろんなものが溶けているから、細胞内液の浸透圧はゼロではありません。さて、細胞を蒸留水に入れてみましょう。蒸留水っていうのは水の他に何も溶けてない、濃さゼロだから浸透圧ゼロと考えましょう。これが細胞を蒸留水に入れた瞬間の図です。細胞内液にはいろんなものが溶けてるわけだから、細胞内液は浸透圧を持つ。水を引っ張る綱引きを考えたときに水を引っ張り込む勢いがある。だけど、蒸留水の方は濃度がないもんだから浸透圧ゼロ。綱引きをしてる仲間がゼロ。水を引っ張り込む勢いがない。すると時間が経つにつれてどうなっていくかっていうと、どんどん水が中に入ってきます。細胞が膨らんでいきます。細胞の体積が上がっていきます。細胞の中に水が入ってきたってことは、細胞の中の液体が薄まったってことだよね。濃度が下がったってことは、浸透圧も少し下がったことになります。濃度が大きければ大きいほど、浸透圧は大きかったんだったね。水が入ってきて、細胞内液の濃度が小さくなれば、浸透圧もスーッと小さくなる。体積が、水が入ってきて大きくなると、浸透圧もスーッと小さくなる。するとここに新しい矢印が現れてきます。これは棒圧の大きさです。細胞がむくむく膨らんで、どんどん細胞が膨らんでいくと、細胞壁がギシギシギシっときしむイメージ。細胞壁がギシギシギシっときしんで元に戻ろうとする。ギシギシギシっと細胞壁がきしんで元に戻ろうとする。元に戻ろうとする。壁が元に戻ろうとする。壁が元に戻ろうとする。膨らんだ壁が元に戻ろうとする。膨らんできしんだ壁が元に戻ろうとする。水が流入して細胞が膨らんで、細胞壁がきしんで、元に戻ろうとする。そんなイメージ。元に戻ろうとするってことは、
細胞の中から水を抜こうとするってことだよね。パンパンに膨らんだゴム風船。ね。パンパンに膨らんだゴム風船。ね。あのゴム風船。ね。あのゴムの部分が元に戻ろうとする。ゴムの部分がパンパンに膨らんでるから元に戻ろうとする。ね。ゴム風船が元に戻ろうとするってことは、その風船の中から空気を外に出そうとしてるってことだよね。本当は棒圧ってね、ちょっと厄介な議論があるんだけど、高校生はね、棒圧っていうのは細胞の外に水を出そうとする勢い、ね、膨らんだ細胞壁が元に戻ろうとして、細胞の中の水を外に出そうとする勢い、ね、それが棒圧だって考えて大丈夫です。細胞の体積がブクーっと膨らんでくると、細胞壁がきしんで棒圧が発生してきます。まあ、この棒圧っていう字面と、細胞から水を出そうとする勢いっていう、この働きがね、なかなか結びつきにくいと思うんだけど、まあそこはちょっとね、そういうもんかと今は思っておこう。ね、この棒圧の定義に関するね、様々な議論はちょっとね、高校生は、まずはちょっとね、置いておこう。まあ、水を引っ張り込もうとしているね、綱引き。ね、水を引っ張るぞっていう綱引き。そこに何人か裏切り者が出てきたって感じで、実はね、同じクラスなのに、ね、同じクラスのメンバーなのに、みんなで、わー、水を引こうって言ってんのに、ね、何人かは実はね、ロープをこう逆にロープをこう動かしてたっていうね、逆に水を出そうとする、ね、裏切り者がね、暴圧だって捉えておこう。ね、こんだけね、水を引っ張り込むぞっていうね、仲間がいる。ね、で、逆にね、水を出してやろうっていう裏切り者がいる。ってことはさ、実際ね、ロープを引く力はどんだけになるかな。ね、こんだけの人が水を引っ張り込むぞ。ね、こんだけの人が水を出してやるぞ。ね、結局、そのクラス、ね、そのクラス、ね、その綱引きをやってるクラスの水を引っ張り込む勢いは、どのぐらいになるかな。それは、この差し引き分だよね。この差し引き分。ね、水を引っ張り込もうとする人と、裏切って水を出そうとする人の差し引き分。ね。その差し引き分を吸水力って言います。この吸水力の定義もね、実は厄介でね、今あんまりこの棒圧とか吸水力とかね、細胞内の浸透圧だけでね、この細胞が水を引っ張り込む力を議論することは少ないんだけど、まあ高校生の皆さんはね、細胞内液が持つ浸透圧引く棒圧は吸水力の大きさですよ。細胞内液の浸透圧引く棒圧の大きさは吸水力の大きさですよってだけ捉えておけば、ね、入試はバッチリです。あとごめん、ちょっとね、さりげなく縦軸を変えちゃったけど、ね、細胞内液の浸透圧と同時に、棒圧もこれから描いていきたいから、縦軸はね、まあ、いろんな圧力としましたね。いろんな圧力、ね。細胞内液の浸透圧を表していたり、棒圧の大きさを表していたりしますって意味ね。まあ、あんまり、気にしなくていいです。さて、話を戻しましょう。細胞を蒸留水に入れて、ね、少し時間が経ったらね、水が入ってきて、細胞内液が薄まって、細胞内液の浸透圧が少し下がった。ね、もっと時間が経つとどうなるか。これ見てもらうと、水を引っ張り込む人の方が、水を外に出そうとする裏切り者よりも多いよね。ってことは、これ、このまんま置いておくとどうなるかっていうと、水をこれ、まだまだ引っ張り込もうとしますよね。裏切り者の方が数が少ないからね。そしてどんどん水が入ってきて、どんどん細胞内液の濃度が減っていって、ね。つまり細胞内液の浸透圧が減っていって、ね。水を引っ張り込む勢いが減っていって、ね。逆に棒圧はどんどん大きくなってくる。ね。もう細胞壁がギシ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 ね。もうものすごい気震で、もう水を外に出そうとする。ね。棒圧はとっても大きくなってくる。そうすると、細胞内液の浸透圧と棒圧の大きさが同じになる時が来る。細胞を蒸留水に入れて長い時間経った状態っていうのがそういう状態です。細胞内液の浸透圧、水を細胞内に引っ張り込もうとする勢い、それと棒圧、水を細胞から外に出そうとする勢い、それが等しくなる。細胞内液の浸透圧と棒圧が等しくなって変化が止まるわけです。これちょっとね、ピンクのボールと緑のボール少しずらしてね、描いてるけど、これがね、完全に実際は一致して変化が止まるわけです。さて、次に細胞を好調液に入れてみましょう。とっても濃い溶液に入れてみましょう。ね。これが細胞を好調液に入れた瞬間です。その瞬間。細胞の周りの液体の方が浸透圧が大きい。実際、好調液の溶質はスクロースっていう物質を使うことが多いです。スクロースってとっても安全な物質なので、細胞に変ないたずらをしないからです。ね、スクロースを使って好調液を作ることが多いです。
外液が好調液で満たされている状態。好調液、水を引っ張り込む勢いがとっても大きいです。水を引っ張り込む勢いがとっても高い液体です。ね、好調液の方が濃いわけだから、浸透圧が、そっちのね、外液の方が、好調液の方が浸透圧が大きいってことは、綱引きはどっちが勝つかな？ね、浸透圧が小さい細胞内液と、浸透圧がものすごく大きい、ね、細胞外液、ね、外の液体、好調液、ね、水を引っ張り込む勢いが強いのは、外液の方だよね。綱引きは、こっちが勝つわけだ。だから、時間が経つと細胞を好調液に入れて長い時間待つとどうなるかっていうと、細胞膜のね、内側、ね、細胞膜に包まれた部分から水がどんどん抜けていって、こんな風に原型質分離が起きるわけです。細胞壁と細胞膜に包まれた部分が分離するんですね。この細胞壁と細胞膜のこの隙間には外液が入ってます。この好調液が入ってます。このピンクのボールは細胞内液の浸透圧を表してるけど、これね、細胞内液の浸透圧ね、大きくなります。ね、体積がぐーっと小さくなる。細胞膜に包まれた部分の体積がぐーっと小さくなると、もちろんそれなんで小さくなったか。なんでこの黄色い部分の体積が小さくなったかって言ったら、水が抜けたから小さくなったんだ。水が抜けたってことは、濃度が上がった。ね、塩水の水を蒸発させると、ね、塩水は濃くなるよね。同じように細胞内液、この黄色い部分から水が抜けて濃度が濃くなった。濃度が濃くなると浸透圧がぐーっと上がった。このピンクのボール、細胞内液の浸透圧がぐーっと上がったんだ。ちなみに暴圧は発生してないよ。暴圧っていうのは細胞壁が膨らんで、ね、細胞壁が膨らんで寄進で発生するのが暴圧だから、もちろんね、縮む分にはね、暴圧はもちろん発生しないよ。今までの変化をグラフに表したものがこちらです。このピンクの線は細胞内液の浸透圧の変化。この緑の線は暴圧の大きさの変化を表しています。では、低腸液中に細胞を入れた場合のことも話しておきます。実はこれ発展です。ね、低腸液、水を引っ張り込む勢いが低い溶液だね。この低腸液に細胞を入れた瞬間、どうなってるかっていうと、細胞内液の方が浸透圧が大きいから、ね、綱引きをしたら細胞内液の方が勝つ、ね、細胞内液に水が引っ張り込まれることになるわけです。すると少し難しいけどこうなるわけだ。細胞の中に水が引っ張り込まれたということは、細胞内液の濃度が少し薄まったということ、ね、体積が少し上がって濃度が少し薄まった。ってことは、浸透圧が少し小さくなった。細胞内液の浸透圧が少し小さくなった。ね、外液の方はね、これはさっきからそうだけど、外液の方は、確かに水分子が奪われたわけだけど、ね、外液の量は莫大なんで、外液の濃度はほぼ変わらないとしてよい。ね、外液の濃度はほぼ変わらないとしてよい。つまり、外液の浸透圧はほぼ変わらないとしてよい。そして細胞が膨らんだわけだから、ここに暴圧が発生してくる。ね。暴圧は裏切り者だったよね。水を外に出そうとする裏切り者。こんだけ水を引っ張ろうっていう人たちがいて、こんだけ水を外に出してやろう、ね、水を外に出してやろうっていう裏切り者がいて、実際細胞が水を引っ張る勢いは、実際そのクラスが綱引きを引っ張る勢いは、どのぐらいになるかっていうと、これくらい。ね。これくらいの勢いで水を引っ張り込もうとする。ね。その勢いと外液の浸透圧の大きさが等しくなって、この状態で変化が止まるわけです。資料集や参考書が言ってるのはそういうことね。細胞内液の浸透圧がこんだけ大きいよ。だけど、暴圧っていう裏切り者がいるよ。だから、実際、細胞内液が水を引っ張る力はこんだけしかないよ。その大きさを吸水力というよ。ね、その吸水力と、ね、相手クラスの綱引きのパワー、ね、細胞外液の浸透圧の大きさが、この吸水力と同じになった時に変化が止まりますよっていうことを言ってるんだね。これさっきも言ったかもしれませんが、この議論はね、本当はね、あんまり厳密ではない。本当にこの厳密な話をしようと思ったらね、もう少し違う概念を導入しなきゃいけなくて、ね、細胞への水の出入りをね、しっかり議論しようと思ったらね、ちょっとね、水ポテンシャルとかね、また別な、少し似た概念で議論しなきゃ本当はいけない。だけどまあ、こうやって考えれば入試問題は解けますよ。ね、こうやって考えると楽ですよっていうふうに、捉えてください。
ね、改めてこのグラフを見てみると、ね、いろんな思い出があるでしょ。ね。あんな時あったな。ね。こんな時あったな。ね。細胞内液の浸透圧と膨圧が等しくなった時あったな。ね。それは細胞を蒸留水に入れた時だったな。ね。こんな時あったな。ね。原型質分離起こす時あったな。ね。暴圧は発生してなかったんだよな。ね。あの時暴圧なかったんだよな。とかね。ね。まるで卒業アルバムのようだよね。じゃあ最後に発展として細胞を尿素の溶けた溶液に入れた場合の変化、細胞の体積の変化を考えます。ここにもう一つグラフを用意したけど、ね、縦軸横軸注意して、さっきのグラフとは全然縦軸横軸違うから注意して、今回は横軸は時間、ね、尿素の溶けた溶液に入れてからの時間、縦軸が細胞の体積になってます。高い濃度の尿素の溶けた溶液に細胞をポチャンと入れると、ね、外液の方が浸透圧が大きいからね、外液の方が綱引きに勝って細胞の中から水を引き抜きます。そしてこんな感じで細胞の体積、ね、細胞膜で包まれた部分の体積は小さくなりますね。体積はぐーっと小さくなります。ね、それは水が抜かれたからですね。さて、ここで尿素を溶質として使った場合は面白い現象が起きてきます。先ほどまではね、スクロースっていうね、細胞膜をね、全然通れない、ね、そんな物質、安全な物質を使っていたけども、今回は尿素が溶質です。尿素の場合は、なんと、ゆっくりゆっくり細胞内に侵入してきてしまうんです。ね、スクロースとの違いはそこです。先ほどまで溶質として使っていたスクロースは細胞膜は通れない。だけど、尿素はゆっくりゆっくり通れてしまう。そうすると、どん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 細胞内液が濃くなって、ものすごく大きな浸透圧を持つことになります。細胞外液と綱引きをしたときに、ね、どん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 人数が細胞内液のね、綱引きの人数が増えていって、ね、水を引っ張り込む勢いが大きくなっていって、やがて水を外液から引っ張り込むようになります。そうすると、このように体積が再び大きくなるんですね。一度水が抜けるんだけど、だんだん尿素が侵入してきて、浸透圧が上がってくる。細胞内液の浸透圧が上がってくると、今度は細胞内液が逆に外から水を引っ張り込むようになって、体積がまた増えてくる。このように、一回原型質分離を起こした細胞がまた元通りになること。これを原型質復帰と言います。では、ご清聴ありがとうございました。浸透圧の講義でした。